今回は45センチ水槽を立ち上げます。どうもカプラーです。水草レイアウトをするときに皆さんが一番使いやすい水槽は何ですか？僕は45センチです。60センチ水槽だと幅が広くて部屋を整理して水槽を置くスペースを作らないといけないです。30センチ水槽だと置く場所には困らないけどレイアウトにちょっとだけ制限が出ます。そこで45センチ水槽です。結構中途半端なサイズだっていう風に思われがちな45センチ水槽さんなんですが、三角構図はもちろん凸構図、凹構図も作りやすいです。そんな45センチ水槽の中でもクオリティが高いな、レイアウトしやすいな、これってコスパ高いんじゃないと思った水槽を今日は紹介したいと思います。この動画いいなと思ったらチャンネル登録してまた見てください。動画制作の励みになります。グッドボタン、コメントお待ちしております。応援よろしくお願いします。今回45センチ水槽を立ち上げるにあたって1年間水槽何を買うか悩んでました。いろんなメーカーの水槽があってサイズもまちまちです。ガラスの透明度も違って一体どれを選んだらいいんだろう。値段も全然違いますしね。水槽は一度買ったらなかなか買い替えることもないですからね。それこそ数年間を共にすることになるでしょう。ただ、あまり高すぎてもお金がもったいないし、やっぱり上を見たらキリがないです。ということで、悩みに悩んで決めた至高の一本があります。それが、このレグラスフラット F450 です。これが僕の一押しです。パッと見値段が5000円なんですけど、ちょっと高いです。あと3000円足したら ADA の45センチキューブガーデンが買えちゃいますからね。それなのになんでこのレグラスフラット F450 を選んだのかということをちょっと説明させていただきます。でこの水槽のいいところはまずね、そのサイズ感です。寿の F450 は ADA の水槽に比べて3センチ奥行きが長いんですよね。ADA キューブガーデンの寸法を見てみると、横幅45センチ、奥行き27センチ、高さ30センチです。一方、この寿フラット450は奥行き30センチ、高さが30センチです。この奥行き3センチってのが意外に大きくて、3センチあれば手前側に化粧砂を敷くことができます。後ろ側には水草を1種類多く植え込めます。例えば外部フィルターのパイプの配置を考えると、奥行き27センチの ADA 水槽だと若干物足りなく感じる時があったんですよね。奥行き3センチの差は数値的には小さくても意外に大きな影響があると思ってます。120センチ水槽の奥行き45センチと50センチの違いくらい差があると思います。もともと小さな水槽という世界だから3センチの違いってのは大きく出るんじゃないかなと個人的には思っております。皆さんいかがでしょうか？他にもこのレグラスフラット450いいところがあります。奥行き30センチあるとインテリア的にもまとまりが出ます。というのは、例えば45センチのこの F450 の隣に30センチキューブを置いたとき、サイズの統一感もね、たまらなくいいです。奥行き30センチ同士の水槽なので、びっちりですね。高さも30センチで合ってますし、横幅45センチと30センチの水槽を並べて75センチの水槽かのように見えるぴったり感です。このぴっちり感が好きな人にとってはたまらない水槽サイズだと思います。はい。そしてもう一ついいところがあります。ガラスがとても綺麗です。シリコン処理もめちゃくちゃ薄くて全然見えないです。ADA のキューブガーデンほど薄くはないですが、ある程度しっかりシリコン処理されていて、スクレーパーで多少傷つけても大丈夫そうなオーラが出てます。ガラスの透明度に関しては
ADA キューブガーデンと比べると少し色が違うだけで、水を入れたら全く違いはわかりません。もし横に2台水槽を並べて水を入れた時に、どちらがキューブガーデンでどちらがレグラスフラット450なのか、僕にはちょっと判断ができません。そのぐらいガラスの透明度、シリコン処理の綺麗さはまさに至高の一品です。あと大きな違いとしてはガラスの蓋ですね。この水槽にはガラスの蓋が含まれています。この水槽自体は値段が5000円なんですが、付属品に水槽のマットとガラスの蓋がついてます。ガラスの蓋は結構立派な蓋ですね。水槽上面がほとんど隠れてしまいます。蓋をするメリットは魚の飛び出し防止や水の蒸発を防ぐことができます。これだけ大きなガラスの蓋なので湿度を保ちやすいということで、パラダリウムにも向いているガラスの蓋だと思います。ガラスの蓋のデメリットとしては、水槽の高さより高く飛び出すほどの流木レイアウトができないといったところだと思います。あと、パイプの位置が固定されてしまいます。それと、ライトスタンドの足の厚さによっては、スタンドが使えない種類があります。これはガラスの蓋をつける以上、ちょっと避けられないですよね。皆さんはガラスの蓋は使ってますか？僕はできるだけガラスの蓋使いたいんですけど、ついつい水槽の上に流木をはみ出させてしまったり、パイプの位置を自由に変えたいと思ってしまうので、ガラスの蓋はなかなかつけないで、レイアウトをしています。ですが今回はこのレグラスフラット450をすべて楽しみたいということで、なんとかね、レイアウトもガラスの蓋を閉められるような、あまり流木が飛び出さない、シンプルなレイアウトをしてね、いきたいなと思っています。はい、こんなところで、寿の F450 は蓋までついて5000円です。インターネットのサイトで、ショップによってね、値段が多少異なるんですが、だいたい5000円あれば買える水槽です。奥行き30センチのこのフルサイズ感、これがね、とてもいいですね。ADA の45センチキューブガーデンの水槽にはない魅力です。ガラスの透明度も高くてシリコン処理も美しいです。で、僕が45センチ水槽好きな理由なんですけど、この45センチ水槽は、水槽の真横にフィルターを置いても、全体の横幅が60センチほどにしかなりません。なので、もし60センチ水槽台を買って、水槽の隣に小型のフィルターを置けば、上下2段で2個も45センチ水槽が作れます。皆さんアクアリウムやってる上で、家族の目もあるでしょうし、水槽を買うときに家族に交渉するなんてこともあると思います。その時は45センチの水槽をちょっとやりたいんだけど、ちょっとこんだけスペースちょうだいっていう風に最初に交渉して、45センチ水槽と60センチの水槽台を買います。ここがポイントですね。で、60センチの水槽台に、最初は45センチの水槽を1本だけにして、で、できるだけスリムなフィルターを買うと。で、しばらく経った後、アクアリウムに家族の目が慣れた頃ですね。しばらく経った後に、下段に45センチ水槽をもう1本買えば、部屋のスペース的には何ら変わらず水槽を2つ作ることができます。この小賢しいやり方なんですけど、家族との場所取り合戦の交渉苦労する方はこの方法ね、おすすめです。またね、この45センチ水槽ってのがちょうどいいんですよね。最近は光の強さが強いライトが多いので30センチライトで十分ですね。スポットライトのような電球型のライトでも45センチ水槽なら1灯でも照らせるでしょう。そういった面でも45センチ水槽ならお金がね、かかりづらいとも言えると思います。ではね、ちょっとまとめますと、もし資金がなくて ADA か他の水槽で迷ってるのであれば、寿の F450 がおすすめです。このキューブガーデンとこの水槽の差額で水槽代とかフィルターが買えちゃいます。ADA 並みに水槽も綺麗だし大満足ですね。
もし資金がなくて ADA キューブガーデンか他の水槽で迷ってるのであれば、この寿のレグラスフラット450がおすすめです。ADA キューブガーデン45センチにはない奥行き30センチという魅力があります。この奥行き3センチの差は、レイアウトをするにあたり、数字的にはわずかだけど、数字以上に効果ありです。狭い水槽の世界で奥行き3センチの差は大きいです。というわけで、寿レグラスフラット450が僕的45センチのナンバーワン水槽です。水槽を増やすということは水槽玉を増やさなければなりません。フィルターも増やさなければなりません。部屋のスペースも空けないといけなくなります。そういった面でも45センチ水槽は家族に交渉しやすいです。45センチ水槽を買うっていう話をしといて、ジェックスのステンレススチールラック60センチを買うと良きです。そんな小細工をしながら水槽を部屋に置くという環境に家族に慣れてもらいましょう。60センチ水槽を増やすにはちょっと敷居の高さを感じると思います。明らかにでかいです。だけどこの45センチ水槽はめちゃくちゃ置きやすいです。決して大きな水槽ではない45センチというサイズ感なのに満足感があるのは、やはりガラスが綺麗でシリコン処理も綺麗、ガラスの蓋もついていて奥行きが30センチあるので広く感じるといったところだと思います。まとめると、寿レグラスフラット450はレイアウトをしやすく、コスパもいい。この動画を見ていいなと思った方はレグラスフラット F450 を見てみてください。概要欄にリンク貼ってあります。この奥行き30センチある45センチ水槽に魅力を感じてくれると嬉しいです。水槽の増やし方がずる賢いなと思った方はグッドボタン、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録もしてくれると動画制作の励みになります。Twitter、Instagram、Facebook やってます。こちらも友達登録してくれると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。今回購入したレグラスフラット F450 を使ってレイアウトの準備をしていきます。どんな風にレイアウトをして立ち上げていくのか、この時間が一番楽しいですよね。